はい、こんにちは。サックスプレイヤーの熊谷俊です。ヴィンテージサックスコレクションズ、今日は番外編ということで、先週よりお届けしていますが、今回もですね、また、気になる2つのヴィンテージサックスをですね、比較検証して徹底的に、紹介していきたいなと思います。では行ってみましょう。さあ、今回紹介するヴィンテージサックスたちはこちらです。アドルフ・サックスとセルマーシリーズ22という、楽器をですね比較して徹底的に検証していきたいと思います。この2つはですね本当に歴史あるサックスたちで、シリーズ22は約100年前、アドルフに関しては110年前という大変歴史のあるサックスですね。今回もですね、4つのトピックに、分けてご紹介をしていきたいなと思います。やっぱり歴史あるサックス、なかなか共通する部分もあったり結構楽しいところがあるんではないかなと思います。では行ってみましょう。はい、では最初のトピック、まずネックから検証していきたいなと思います。実はですね面白いことにアドルフとシリーズ22のネックの構造って似てるんですよね。この丸い円状からこうつながるこのネックのこの部分ですね、ほぼ同じなんじゃないかと思うくらい。ただねこのアドルフの方がネックは短い、形になってます。それ以外の部分はあまり違いが見られないようなアドルフのサックスを本当に見本というか参考にして、セルマは作ったなっていうような印象が強いですね。はい、次のトピック、艦隊ということで、やっぱりねアドルフはちょっとね持ちづらいっていうのがやっぱあるんですけど、でもねやっぱねこの楽器の太さ的に言うとすごく持ちやすいこのコンパクトな形なんですよね。で同じくシリーズ22に関しても持った感じねすごい似てるんですよ。で特になんかこの手にフィットする感じにはなっているのはシリーズ22だなというところがあります。でこの指替えのね大きさとかもね実はちょっとね大きさが異なっているというような感じがするんですよね。実際測ったことはないんですけど、ただこの手に持った感じこうしっかりと押しやすい、形になってますね。でこのね特にやっぱ面白いのはセルマーの方にはね実はこの動輪の部分に新しいこのデザインがついてたりします。でただアドルフの方はこの動輪に関しては特に何もついてないんですね。U 字管とかの部分に関してはとても似てます。この特にトーンホールの位置であったりとか、まだこういったところはやっぱりアドルフの参考にしている部分っていうのはすごく強いなと思いました。さあ次はねキー周りということでですねこのね僕ねアドルフの実は好きなところはここの部分なんですよ。この小指のねこの要は G シャープとかこのロー B とかの、レバーの部分なんですけども、この辺がね結構ねやっぱまだこの頃は可愛い作りになってるというか、まだこういう指替えがついてたりとかなんかそういったものはなかったんですね。ただこのシリーズ22になってから少しこのレバーの位置が実はちょっと形が変わってきています。でここはこう指替えと同じこの形になってるんですけど、ここの位置が特にこのロー B フラットとかこの下の音の出るレバーのところが押す位置の面積が広くなってますね。なんでねこっちの方がやっぱり今のこの楽器として吹きやすさとしてはすごく吹きやすい、まさにこの健康に近い形になってきているなというのがあります。でこの下のですねシリーズ22の面白いところはこのサイドキーの部分、ここがね実は階段状になってるんですよ。これは実はサイドキーのこの段階っていうのはアドルフにはついていないところなんですね。でこれが実際にこの階段状になっていた方が確かに押しやすいんですよ。で今のアドルフだとちょっと指が大きい人じゃないとこう手が届きづらかったりするような機構にもなっていたりして、結構そういった吹きやすさという部分でキーワークっていうのはシリーズ22の方がだいぶ改善されてというか参考にした部分をさらに良くして作っている部分があるなという印象があります。では最後のトピック、彫刻ということで、実はアドルフサックス、シリーズ22に関してはまだ実は彫刻が入っていない、モデルになってます。でただですねこの表の部分に刻印が入っているっていうのがこの唯一ある部分ですね。で同じくシリーズ22に関してもこの刻印がちょうどこの同じようなところに入ってるんですよ。でねなんかね不
不思議なんですけどね、やっぱ似てるんですよね、描き方とかも。マーク6とかマーク7とかなってこればこうは豪華な彫刻になってくるんですけども、やっぱ今はまだこの彫刻という部分はあまり見られない。ただその分重要な彫刻であったりシリアルナンバーであったりっていうのをこう集約して書いているものがあります。特にマーク6、7とかなってくると彫刻の部分とそういうシリアルナンバーの書いてる部分っていうのはまた別の箇所にあったりするんですね。なんでそういったまだそこまでまだケアができていないっていうような印象が強いまだ時期ではあるかもしれないですね。いかがでしたでしょうか。このなかなかこの歴史あるサックス、ここからまさに今の現行のサックスがだんだんとこう改善されて、そしてより良いものになっていくんですけれども、まさにねその礎を築いた元祖、サックスの比較および検証という風になったんではないかなと思います。ぜひですねこの動画良ければグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。なかなかねディープな、番組というか内容になってますんで、質問とか何かこう気になった点、不明点があればぜひねコメント欄に残してもらえればと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ヴィンテージサックスコレクションズ番外編ということでお送りしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。